騎士と心理テストは切っても切れない深い関係にあり自分がトレーナーに対して心理テストを仕掛けるのも至って普通のことなので3人の候補から嫁を選ぶなら誰を選ぶかという心理テストをトレーナーに仕掛けるデュランダル。心理テストをしましょう。どうしたの？急に心理テストだなんて。急にということはありません。騎士と心理テストは切っても切れない関係にあるのです。切っても切れないというかそもそも縁がなさそうだけど。我が君は王としての才はあれど僭越ながら騎士という存在については私の方が詳しいかと。まあそれはそうだね。でも俺は馬娘のトレーナーであって王の才は特にないと思うんだけど。我が君うお。なんなの？何がどうしたっての？我が君、ひどいではありませんか。そのようなことを軽率に口にされたら王に仕える騎士である私はどうすればいいのですか？どうと言われても困っちゃうよ。もっと自信を持ってください。我が君はこの学園で誰よりも王なのです。どういうことなの？キングヘイローさんよりも、シーキングザパールさんよりも、その上を行く王なのです。いや、別にその子たち王ではないでしょ。名前にキングが入ってるだけで。とにかく心理テストしましょう。わかったよ。私の願いをこうも心よく聞き届けてくださるとは。それでこそ私が身も心も捧げたお方です。デュランダル？おっと、これは私としたことが。声が大きすぎましたね。他の方に迷惑をおかけしてしまいました。声の大きさよりも内容のことを言ってるんだけど。それは良いではありませんか。私たちの絆を皆さんにも知ってもらいましょう。身も心も捧げたってなんだよ。言い方をもうちょっと考えて。ひそひそ。今の聞いた？ひそひそ。はっきりと聞いたわ。ひそひそ。羨ましいわね。ひそひそ。これぞまさにトレセンドリーム。ひそひそ。私たちも早いとこ将来を誓える素敵なトレーナーさんをゲットしましょうね。ひそひそ。頑張りましょう。トレセンドリームってトレーナーが若い女の子を囲い込めた絶戦じゃなくて馬娘が将来の夫を捕まえることなのか。やっぱりトレセン学園は婚活会場じゃないか。どうやら皆さんのやる気向上に一役買えたようですね。良かったのか悪いのか。もういいからさっさとその心理テスト終わらせよう。はい。やれやれ。でもそうか。我が君？いやほら、デュランダルは普段から騎士として振る舞ってるけどやっぱり女の子なわけだしさ。まあ確かに私は女騎士ですが。女騎士とかそういう言い方しないで。5本。特に中高生の女の子とかは心理テストだとか占いだとか好きじゃん。だからデュランダルも興味持ったのかなって。いえ、私が行おうとしている心理テストはあくまで忠義の騎士としてのもので。ちょっと前にアグネスデジタルが学園生に見せつけてた心理テストは学園中で大ブームになったもんな。普段から騎士然としているデュランダルが年相応の女の子らしい一面を見せてくれてなんだか嬉しい気分だよ。我が君。じゃあ始めようか。そうですね。では。どんとこい。まず最初にお伝えしておきますが深く考えず直感的にお答えください。OK。5本。あなたは旅の青年でその旅の途中で人生の岐路に立ちます。ふむ。それは結婚です。それ直感で答えていい問題なの？いいんですよ。結局は相性なんですから。そんなもんかな。大丈夫です。気楽に答えてください。まあわかったけど。候補は3人。まず青年の幼馴染であり自分が幼い頃に近所にある城で一緒にお化け退治をして永遠の絆を誓い合ったデュランダル。自分を候補に挙げるなよ。あとなんか直感で答えるにしては余計な設定ついてない？まあ、最後まで聞いてください。続いてなんかポットでのお金持ちインフルエンサーであるカレンさん。ポットでとか言うなよ。最後はカレンさんの妹できつい性格のスイープさん。もういいとこ何もないじゃないか。さあ我が君、誰を選びますか？なんと、ヨが好きと申すか、はい。デュランダルは何の話をしてるんだよ。堂本剛と思われる。坊や、どんな時でも思い上がってはいけないよ。あ、そういえば急ぎの仕事があったんだった。悪いけど行かなきゃ。知らなかったんですか？忠義の騎士からは逃げられませんよ。さすがは逃げ先行もろもろ含めて逃がさずまとめて切り捨てるデュランダルといったところか。バーン様じゃないんだから。いいじゃないですか我が君、これは心理テストなんですよ。
深く考えずにお答えください。ちなみにこの心理テストでは6割の方が幼馴染を選ぶそうです。いや、カレンちゃんが6割いくんじゃない。お金持ちで可愛いならもう一択でしょ。幼馴染がカレンちゃんでは？それやるとデュランダルに勝ち目が。カレンちゃんとの子供だと白髪になるんだ。意味あり。なんです。やっぱりこれはフェアじゃないって。どこがですか？だってそうじゃん。明らかに幼馴染を選ばせるように設定されてるじゃないか。一応カレンさんにも評価ポイントつけましたよ。お金持ちのインフルエンサーという。スイーク当初はどうなんだよ。いいとこなんてなかったじゃないか。そう、つまり3分の1のようでいてその実際は2分の1で私を選ばせるという作戦です。やっぱりそういう作戦だったのか。しまった。しかも2分の1とか言っておきながら幼馴染とか永遠の絆を誓ったとか設定を持ってるから確率はもっと上なんだろうな。さすがは我が君、私の完璧な作戦を看破するとは。あれで完璧とか言っちゃうのは逆にポンコツ感が増すからやめた方がいいと思うぞ。あと言わせてもらうならやっぱり自分に合った配役をするべきだ。私に合った配役？この心理テストはドラクエ5が元になってるよな。そうですね。ならいるだろう？もっとデュランダルにふさわしいキャラが。むむむ？そう、ゲレゲレだ。我が君？俺だったら間違いなくそう配役するね。我が君、ゲレゲレはヒロインではありません。確かにヒロインではない。でもドリームジャーニーの手によって離れ離れになり長い年月を経てもゲレゲレは主人公のことを覚えていたんだぞ。まあ正確には思い出したんだけど。これはデュランダルが大事にしている忠義と同じなんじゃないか？それは、さらりとジャーニーをゲマ役にあてがうな。ジャミ役、スペシャルウィーク。ボーノは間違いなくブオーンだな。配役ってことならデボラ感あるのパールさんくらいか？フローラポジワールダンがぴったりに感じる。わかる、性格も色合いも完璧すぎる。まずデュランダルはそのポジじゃないだろ。このビアンカ他の女を選んだら泣いてすがってきそうなのが。ビアンカみたいに大人になるとジメッとした内面を表層の元気さで覆ってる感じのキャラってあんまいないな。パーマーが比較的近そうだけどもっと真っ向からジメジメしてるな。パーマー以外を選ぶ俺はゲマに負けろ。というかそもそもドラクエという選択肢自体がもう間違いなんじゃないの？そうでしょうか。デュランダルもゲレゲレにはあるけどゲレゲレは忠義というよりは動物特有の愛情みたいなものかもだし。ファイナルファンタジーとかの方がいいかもね。そういえば名前は存じませんが FF6 のヒロインが私に似てる気がしますね。デカパイ金髪騎士しか共通点ねえだろ。セリスは性格面がどちらかというとフラッシュとか寄りなのがね。でも俺はアブリアスなんかに合ってるんじゃないかって思うんだよね。アブリアス。ファイナルファンタジータクティクスの聖騎士だね。ホーリーナイトだっけ？ちょっとスマホで確認を。今更疑うものか、私はお前を信じる。ですか。信じた人を最後まで信じ抜く覚悟と勇気。素晴らしい。気に入った？はい。やはり我が君も彼女に私の忠義が重なって見えたのですか？いや、除名しようとすると泣き落としにかかるところ。我が君？特に闇とかない騎士志望のワンコ系ヒロインがまず RPG で少なすぎる。むしろテイルズ系にありそう。テイルズだとむしろヒロインどころかスタンになってしまう。ワンコ系ヒロインのデュランダルはテイルズのバストアップウィンドウを並べたキャラたちのジャブコントやってるイメージしかわかねえんだ。そのイメージだともうライトが確定で割り込んでくるんだけどさ。想像が簡単すぎて困った。デュランダルはダクネス以外ありえんだろ。金髪、デカパイ、ポンコツ、三拍子しっかり揃ってる騎士だぞ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。